大型家電量販店の自動ドアを抜けた瞬間、視界を覆い尽くすほどの白すぎる照明にふと足が止まったことはありませんか。頭上から降り注ぐ強力な光、磨き上げられた床に反射する人工的な明るさ、遠くから一斉に鳴り響くテレビ売り場の音、後ろを振り返ると、ついさっきまでいたはずの外の世界がガラスの向こうへ急に遠ざかり、自分だけがそこから切り離されてしまったような、そんな説明のつかない心細さを感じたことはないでしょうか。岩観光察ラジオへようこそ。今回は大型家電量販店の白すぎる照明が作る隠れられない明るさについて、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。私たちは普段、明るい場所は安全で、暗い場所は不安なものだと無意識に信じています。光にあふれた場所には人が集まり、活気があり、そこにあるのは安心感だと疑うことはありません。しかし、その明るさがある一定のラインを越えた時、私たちの感覚は少しずついつもの現実から外れていくような気がします。なぜこれほどまでに明るい場所なのに私たちは少し息苦しくなるのでしょうか。例えばテレビがずらりと並ぶ売り場に足を踏み入れた時のことを思い出してください。壁一面に何十台もの巨大なディスプレイが並んでいます。すべての画面が色鮮やかな南国の海や鮮明すぎるほどに毛並みが見える動物の映像を映し出しています。しかしよく見ると、何十台ものテレビが流しているその同じ映像はほんのわずかずつコンマ何秒かのズレを持って再生されています。同時に聞こえてくるはずの音声も無数のスピーカーから重なり合って響き、一体どこから本当の音が鳴っているのか、方向感覚が少しずつ失われていきます。同じ映像と音が無限に繰り返される空間に立ち尽くしていると、自分の感覚が少しずつ現実からずれていくような落ち着かなさを覚えます。そこには圧倒的な情報量があるはずなのに、なぜか人間の気配はひどく薄いのです。画面の中の世界の方が今自分が立っている現実よりもずっと鮮やかで、完璧に調整された光を放っています。そして時折、映像が暗転した瞬間の黒い画面に少し疲れたような自分の姿が一瞬だけ映り込みます。なぜ映像が綺麗すぎるほど現実の自分の方が薄く感じるのでしょうか。おびただしい数のテレビが誰に向けてでもなくひたすらに完璧な映像を流し続けている。その光と音の本流の中にポツンと立つ時、自分がまるで無機質なシステムの一部に組み込まれてしまったような感覚に陥ります。次にテレビ売り場を抜けて冷蔵庫や洗濯機が並ぶ白物家電の売り場へ歩みを進めてみましょう。そこには巨大な真っ白な冷蔵庫が全く同じ向きで数十台も整然と並んでいます。扉を開けてみると、中からは青白く冷たい粉糸が点灯しますが、そこには何も入っていません。隣の通路には誰も使っていない洗濯機が並び、その丸いガラスの窓がただ静かにこちらを見つめ返してきます。それらはすべて私たちの毎日の生活に欠かせない道具のはずです。しかしこの白すぎる照明の下に置かれていると、生活のための道具であるにもかかわらず生活感が全く感じられません。私たちが家で使う身近なものがここではまるで無機質な標本のように陳列されています。生活の道具が並んでいるのに、なぜ生活の匂いが全くしないのでしょうか。そしてなぜ家電が並ぶ場所で自分の生活感だけがひどく浮いて見えるのでしょうか。新品で完璧な状態で並ぶ機械たちの中で、そこを歩く自分だけが
ひどく不完全で生身の人間に思えてくるのです。そこからさらに進むと、スマートフォンやパソコンが並ぶ売り場に出ます。ここもまた、大型家電量販店の中で、不思議に落ち着かない場所の一つです。テーブルの上には、同じ角度で並べられたスマートフォンが何台も光っています。画面には、綺麗な壁紙や、使いやすそうなホーム画面が表示されています。けれどそこには、誰の通知もありません。誰かからのメッセージも、撮りためた写真も、夜中に見返した検索履歴もありません。私たちが普段使っているスマートフォンには、持ち主の生活が濃く残っています。連絡先や写真、予定やメモや支払いの履歴、眠れない夜に開いたページ、小さな板の中に、その人の時間が詰まっています。しかし展示台に並ぶスマートフォンは、どれも完璧に明るく、どれも同じように空っぽです。なぜ生活に一番近い道具なのに、ここではこんなにも生活から遠く感じるのでしょうか。パソコン売り場にも似たような感覚があります。ノートパソコンの画面には鮮やかな風景や整ったサンプル画面が映し出されています。キーボードにはまだ誰の癖もついていません。変換の履歴も途中まで書かれた文章も閉じ忘れたタブもありません。本来なら仕事や趣味や迷いや失敗が少しずつ染み込んでいくはずの道具が、ここでは何も知らない顔をしてただ白い光の中に並んでいます。その前に立つと、自分のスマートフォンやパソコンの中にある生活の重さだけが急に思い出されることがあります。未返信の連絡、明日の予定、支払いの通知、開きっぱなしの仕事の画面、展示品の空っぽさと自分の持ち物に詰まった現実との間に妙な距離が生まれるのです。しかもその商品たちは細い防犯ケーブルで固定され、自由に動かせるようでいて、決してそこから離れることはありません。触れることはできるのに、自分のものではない。使えそうに見えるのに、本当には使えない。その中途半端な距離感も、家電量販店の落ち着かなさを作っています。明るい売り場で、最新の機械に囲まれているのに、なぜか自分だけが古く、少し疲れた存在のように感じられる。それは、展示品があまりにも整っていて、人間の生活だけが、不完全で散らかったものに見えてしまうからかもしれません。便利な道具が並んでいるはずなのに、そこには便利さよりも先に、空っぽに整えられた生活の模型のようなものが見えてくるのです。さらに、店舗の奥へと続く、白い蛍光灯が反射する通路を歩いてみましょう。最近の大型量販店は、どこも驚くほど清潔に保たれています。床のタイルには汚れ一つなく、天井の照明は商品に影が落ちないように計算し尽くされた角度で配置されています。陳列棚の隅々まで光が届き、暗がりはどこにも存在しません。この影がないという状態が私たちの体の感覚にさらなる違和感を与え始めます。自然界において光があれば必ず影が生まれます。影は私たちがそこに存在しているという当たり前の事実を教えてくれるものです。しかし全方位から均一に強い光を当てられると、足元の影は極端に薄くなり、時には完全に消えてしまいます。影ができないほど完璧に明るい通路に立つ時、私たちは無意識のうちに自分自身の存在の輪郭がぼやけていくような感覚に陥ります。どこにいても光が追いかけてきて、常に照らされているような感じ。明るすぎてどこにも隠れられないという静かな圧迫感です。明るすぎる空間は
私たちの少し猫背になった姿勢や日常のささやかな疲れを容赦なくてらし出します。周囲は完璧に明るいのに、店内が広すぎるせいで、今自分が建物のどのあたりにいるのか、現在地の感覚がだんだんと薄れていく不安。明るすぎる人工光の下では、私たちはただの買い物客ではなく、光にさらされ続ける対象になってしまいます。ごまかしの効かない場所。それが、影のない空間がもたらす、心細さの正体なのかもしれません。そして、多くの大型店舗のフロアは、外の光が入らないように設計されています。窓は極力少なく、外の景色を見ることはできません。窓のない巨大なフロアにいると、今が何時なのか、外はまだ明るいのか暗いのか、全くわからなくなる瞬間があります。一定の温度に保たれた空調と、永遠に変わらない白い照明。外の時間がわからないだけで、なぜ私たちの現実感はこれほどまでに薄れていくのでしょうか。朝も昼も夜も全く同じ環境外示されている空間では、時間の流れが止まったように感じられます。私たちは普段、太陽の傾きや風の冷たさで無意識のうちに時間を計っています。その手がかりが全て奪われた時、私たちの体内時計は狂い始めます。なぜ便利で快適な場所ほど人間の気配が薄くなるのでしょうか。外の天候も時間もわからないまま、ただ均一な光と音に包まれ続けること、それは安全で快適であるはずなのに、なぜか早くここから出て、少し散らかった自分の部屋や自分の車の中に戻りたくなるような焦燥感を生み出します。永遠に続くかのような明るさの中で、私たちが抱くのは日常の速度から外れてしまったという身近で現実的な不安なのです。店内を歩いている間、私たちは商品を眺める側にいます。画面の鮮やかさや冷蔵庫の大きさや洗濯機の静かさを少し離れた場所から見ています。けれど、レジや受付カウンターが近づいてくると、その距離感が急に変わります。さっきまでただ白い光の中に並んでいた商品が、急に値段を持った現実のものに変わっていきます。表示された価格、ポイント還元の数字、保証期間、配送日、設置場所、支払い方法、そうした言葉が一つずつ目に入ってくるだけで、店内の空気は少し変わります。なぜ商品を見ていただけなのに、レジの近くに来た瞬間、急に生活の重さを感じるのでしょうか。レジの電子音が鳴り、番号札の呼び出し音が響き、カウンター越しに店員の声が聞こえてきます。保証は何年にしますか？配送日はいつにしますか？設置場所の幅は足りますか？古い家電の回収は必要ですか？それらはとても普通の確認です。けれど、白すぎる店内を歩いている間に、少し薄れていた日常の感覚を一気にこちらへ引き戻してきます。展示品として眺めていた冷蔵庫は自分の部屋の広さと結びつきます。きれいに並んでいた洗濯機は毎週の洗濯物の量と結びつきます。眩しい画面のパソコンは仕事の予定や支払いの通知やまだ終わっていない作業と結びつきます。さっきまでどこか現実から少し離れたものに見えていた家電が急に自分の生活の中へ入り込んでくるのです。その瞬間、家電量販店の明るさは少しだけ別の意味を持ち始めます。それは夢のような未来を見せる明るさではなく、これから続いていく生活の細部をごまかしなくてらし出す明るさです。便利なものを見ていたはずなのに、気づけばお金のこと、部屋の広さ、予定の調整、
古いものをどう処分するか、そうした現実的なことを考え始めています。なぜ楽しい買い物の場所でふと生活の重さを感じてしまうのでしょうか。それは家電というものがただの機械ではなく、私たちの毎日の時間と深く結びついているからかもしれません。テレビも冷蔵庫も洗濯機もスマートフォンもパソコンも、店では真っ白な光の中で新品として並んでいます。しかし家に持ち帰った瞬間、それらは生活の中に沈んでいきます。小さな傷がつき、指紋が残り、ほこりが積もり、使う人の癖が少しずつ染み込んでいきます。白く完璧な展示品が自分の生活の重さを背負うものへ変わる。その手前にあるのがレジや保証カウンターなのです。だから私たちはその場所に近づくと少しだけ現実に引き戻されます。白い光の中で薄れていた自分の輪郭が価格や予定や支払いによってもう一度はっきりしてくるのです。では私たちが大型家電量販店で感じるこの違和感の正体とは何なのでしょうか。それはおそらく完璧すぎる環境が奪う人間の自然な感覚と呼べるものかもしれません。人間は少しの暗がりや不規則な変化の中で生きるようにできています。影があり、隠れる場所があり、外の気配を感じられるからこそ私たちは本当にリラックスできるのです。しかし巨大な店舗の白すぎる照明と均一な空間はその自然な感覚を全て塗りつぶしてしまいます。暗闇を排除し、効率と明るさだけを極限まで追求した空間、それは皮肉なことに私たちから安心するための鍵を奪い取り、無機質な不安を引き出してしまうのです。私たちは暗い場所を恐れますが、本当に落ち着かないのは暗がりが一切存在しない明るすぎる場所なのかもしれません。用事を済ませてあなたがようやく店舗の出口へ向かうとき、自動ドアを抜けた瞬間に冷たい外気がふっと顔に当たります。見上げると空は自分が思っていたよりもずっと暗くなっています。外に出た瞬間、思ったよりもずっと長い時間が経っていたことに気づき、少しだけ焦りを感じます。現実の空の暗さや道路を行き交う車の音を聞いて、ようやく自分の感覚が戻ってくるのがわかります。そして帰り道、明日の予定や渋滞情報が頭をよぎり、日常の圧迫感が再び戻ってきます。その時、ふと後ろを振り返ってみてください。夜の闇の中に浮かび上がる店内の真っ白な光が背後に残っています。店を出て初めてあの均一で完璧な明るさが決して普通ではなかったことに気づくはずです。現実の空の暗さと人工的な光の境界線に立った時、あの白い店内だけがまだ現実から少し浮いて見えます。安全で完璧に作られた場所だからこそ、そこには人間の感情が入り込む余地のない透明な孤独が広がっていました。次にあなたが大型店舗の眩しい入り口をくぐり、ずらりと並ぶテレビの画面が一斉に同じ光を放つその瞬間、少しだけ自分の足元の影を探してみてください。白く磨かれた通路があなたの姿を鮮明に映し出す時、いつもの見慣れた日常の裏側に潜むどこにも隠れられない明るさの正体に少しだけ気づくはずです。あなたが今日感じたその心細さは決して気のせいではありません。明るすぎる世界があなたに見せたほんのわずかな現実のほころびなのです。それではまた次の違和感でお会いしましょう。